北ウェールズに位置するレクサム、かつては工業の町として知られていました。しかし今日この町は別のことで世界的に有名になっています。数百万人の心を掴んだサッカークラブレクサム AFC、 ハリウッド俳優のライアン・レイノルズ氏とロブ・マケルニー氏がイギリス5部リーグにあったこのクラブを買収したことにより世界を震撼させ、地域を盛り上げた夢物語です。華やかなスポットライトやディズニープラスのドキュメンタリーの裏側で違うレクサムの姿があるのか、それとも裏表のない物語なのか、自分の目でレクサムエフェクトを見に行くことにしました。皆さんこんにちは、シンです。今私はですね、ウェールズ、北部の大都市レクサムというところに来ております。で、僕はウェールズ、レクサム初めてなんですけれども、気になる情報がいくつかあったので、今回ウェールズの旅というのをですね、3本立てにしてお送りできればと思います。ではまず1本目のところなんですけれども、1本目に関しては、このレクサムエフェクトっていうところになりまして、これ一時期多分日本でも話題になったんじゃないかなと思うんですけれども、ハリウッドスターのライアン・レノルズ氏が、このレクサム FC というサッカークラブを、買収しますと。でそれによってですね、街全体が経済効果というか、活気づいていくっていうような話になるんですけれども、実際どれだけ、効果があったのか、気になったので、来ることにしました。でちょっと調べてみたんですけれども、このレクサムっていう町はやはりその工業がメインの町だったらしくて、石炭だったり、あとは製鉄所っていうのが、町のあちこちにあって、それが主な産業でしたと。なんですけれども、20世紀後半に、こういった産業というのは衰退していって、いろんな人が、職を失いますと。あとはですね、ケロッグだったり、あとなんかどっかの、大手金融、関係の、会社のレクサム支社っていうのが、潰れたっていうので、そこでも職を失う人が出てきたらしくてですね、かなりその厳しいような、状態にこのレクサムの街はあったそうです。でこの大手ブランド以外にもですね、その小売業っていうのも低迷していて、以前そのイギリスのハイストリートのこの衰退っていうところの動画を出したんですけれども、それと似たような感じでレクサムのハイストリートっていうのが窮地に追いやられることとなったみたいです。これらの閉鎖っていうのは結構このレクサムっていう街を苦境に追いやるんですけれども、一つ面白いデータがあって、2022年のデータにはなるんですけれども、企業消滅率っていうのが 10.4% に達したそうで、新規開業率の 9.7% 上回ったんですよね。なので結構このレクサムっていう街は苦境にありましたと。でこうした経済的な苦境の中ですね、地元のサッカークラブ、レクサム FC っていうのが1864年からずっとプレーしてるんですけれども、降格だったり、オーナーシップの変更だったり、厳しい場面というのを迎えるんですけれども、それでも根気強く生き残っていました。このサッカークラブっていうのが地元の誇りでもあるので、こういったサッカークラブがある意味地元を活気づけていたんじゃないかなというふうに思っています。そして2020年11月、レクサムの街に転機がやってきます。コロナ真っ只中、サッカー界を揺るがす発表が出されたのです。ハリウッドスターの2人が地元のサッカークラブレクサム AFC の買収を発表。ウェールズ、ましてや下部リーグのサッカーチームと無縁だったハリウッドスターがなぜ経営に苦しむクラブを買収したのか、多くの地元民は懐疑的でした。ただの宣伝か PR 作りのパフォーマンスかといろいろな声が聞かれていました。時間の経過とともに見えてきたのは、この2人は単にチームに資金を投じただけではなく、地域の人々と交流し、ファンの声に耳を傾けたのです。この物語はディズニープラスのようこそレクサムへで詳しく語られていて、エミー賞を受賞したドキュメンタリーシリーズでもあります。これにより今まで世界では無名だった小さな町に世界中の注目が集まることとなったのです。でこの新しくオーナーが就任したことによりですね、いろいろな投資っていうのがされて、レクサム AFC のこの運命っていうのが大きく変わります。まず優れた選手っていうのをどんどんハイヤーして、でクラブの施設っていうのを改善していったようです。もともとこのレクサム AFC っていうのは、確か5部リーグ、イングランドの5部リーグかなんかにいたんですけれども、今は3部リーグなんですけれども、撮影日時点ではですね、2部リーグへの昇格が決まりそうなところまで来ています。なので長年このクラブを支えてきたファンからすると、これってすごく、嬉しいお話だとは思うんですけれども、結局名前が全く知られていなかったこのクラブっていうのは、
急に一夜にしてもうそれこそ国際的に有名になることとなったようです。でなんとですね、私が今泊まっているこのレクサムにあるゲストハウスのオーナーがですね、すごく優しい方なんですけれども、なんとこのレクサム AFC の株主っていうところで、ちょっとお話を聞かせてもらえるっていうので、ちょっとお話を聞きに行こうかなと思います。How long have you been a Wrexham fan? Well, I've supported Wrexham for over 50 years. Okay. The very first game I physically remember, was in the very, very early 70s, I would say 71. Okay. And I would have been about 4 years of age then. Obviously, the ground itself was a lot different then to what it is today. Mm-hmm. There's like an old cinema stand on where the new Cop is now, which is not there anymore. It got flattened many, many years ago. Okay. And that's where I actually sat in my first game. And you went to a lot of the games to support? Yep. I went to the games in the 70s where Wrexham FC was known as the best team outside of the top division. Okay. We were in the second division then, which was classed as like the championship. We got promoted from the third division then, like League One now. And the game that we won that one, we played Rotherham United and beat them 7-2 on the day. Okay. We were 5-0 up at half time, so it was an easy win. Yeah, and I've seen all Wrexham through the 80s, the 90s, the millennium, the 2010s, and more recently the 20s as well. Yeah. In the millennium period, and the early and the 90s, I didn't miss a game in 8 years, home and away. So you could say I'm quite a good supporter, you know. Okay. でこのサッカーのチームもそうなんですけれども、ファン数っていうのがどんどん増えていってですね、実際にレクサムに来られる、海外からの、ファンサポーターっていうのが結構いるみたいです。で街全体が潤っていくっていうような流れになるんですけれども、正直どうだろうっていうところもあって、今僕が来てるのはレクサムの街の中心のおそらくモールかなんかなんですけれども、今日試合日じゃないっていうのもあるかと思うんですけれども、ご覧の通りです。でこのレクサム AFC にちなんだグッズだったり、いろんなビジネスっていうのがオープンするらしくてですね、街のあちこちでお土産物店だったり飲食店っていうのが開業するようになったそうです。でこういったビジネスが新しく開くことによってですね、地元の雇用っていうのが、上がっていきますので、そうするともともと職を求めて他の町に行っていた若者っていうのが、地元で、仕事するようになってきます。でこのサッカーを見にですね、世界中いろんなところから人がここにやってくることになるんですけれども、それに伴いレクサムっていうのが活気づいていきます。Basically, the amount of support that we've had from all over the world, you know, I've had fans from Australia, America, Canada, China, Japan, all European countries mainly, and it has brought a lot of, you know, money into the working class town, as we call it. We are basically now classed as a city, but the older generation still call us a town. You know. Okay. But it being a city status, obviously it's better for us for government funding, which is bringing us on to the new stand that we're building on the football ground, you know, which should give us another bow to our string. I don't know if you're aware, but Wrexham Football Club, it's the oldest international football stadium in the world. We held internationals here, but recently obviously they had to take it down South Wales because you had to have minimum criteria. Well, we're getting that back next year, so hopefully we can get the internationals back here. このレクサムエフェクトについてなんですけれども、このレクサム全体の方々が恩恵を受けているかというと、そういうわけでもないみたいで、結局そのレクサムに対しての注目が集まったことにより、投資家たちが物件を買い漁っていきますとした時に、この物件の価格ってもともとイギリス上昇傾向にある中で、この投資家によってさらに値段が上がることとなります。なんですけどレクサムってね、もともと労働者階級の街になるので、そうすると彼らからすると、手が届くのかって言われると、ちょっとそこは疑問がまだ残るみたいです。
そして町の中心部の方なんですけれども、新築のマンションとかも、建ってたりするので、そうすると間違いなくこの物件の価格っていうのは上がっている印象はあります。So how do you feel the city? Do you think the city has changed with this takeover? Like, has the city developed, getting more tourists and stuff, or? Whether it's changing or not, it's difficult to say how it's changing, but recently, obviously, the town itself has gone more pedestrianised. They put more shops in place. They put more flowers in the street, so it's gone a cleaner town. Obviously, there's a university as well here, so we're getting a lot more university students coming over, and there's a hospital just over there as well, and we're getting a lot of more people in the staff in the hospitals, you see. So yeah, it's certainly changed for the better. There are a few negatives as well. I think obviously some of the places have put their prices up extortionate, you know, which is not within a working man's budget, if you like. We've still got the regular bars, which obviously we've experienced, but you know, a working man's bars, we get loads of tourists coming there and they say exactly the same. Wow, how cheap it is, you know. But that's because that's the way it is, you know.で今のところこのチームっていうのはいい成績を出してますし、オーナーに対しての不満も、少ない中で結構いい状態なんですけれども、やっぱり懸念されるのがこのオーナーが変わったらどうなるのかっていうところなんじゃないかなというふうに思っていて、結局そのハリウッドスターたちが、このクラブを買収したっていうので結構話題にもなりますし、オーナー自身も結構投資はしてきているので、すごくいいオーナーだっていうふうに私は聞いてるんですけれども、果たして次のオーナー万が一変わった時にどうなるのかっていうのはやっぱ心配されることだそうです。I mean, it shocked me and the world, I guess, with this new takeover with Ryan Reynolds and Rob, and I guess I really wonder how you feel about it. Well, before the takeover, obviously the club was run by a trust board of people, of which I, in the end, was on the trust board as a director. So I knew a lot of internal affairs that were going on there, which I won't disclose on, but financially wise, we were nowhere near where we are today. The very first thing for me, I wasn't so sure it would work, if I'm being quite honest. Mainly because I didn't know who Ryan Reynolds was as an individual. Obviously, they put their pitch across, if you like. And we took it on board and we got them. There was another team in the hat, which I can't mention because there's confidentiality, but we picked Ryan and Rob as the to do the job. And in all fairness, it's took us from the non-league football to where we are today, which is virtually knocking on the door of the championship. Right. Now I've said to many people in the past, I've seen it all before. You know, I've seen the team of the 70s. Now this team's getting very, very close to that. So yeah, it's certainly a good thing, you know. In general, I think the club's got to move forward with technology. You can't sit in the old days, you know. There's still a lot of room for improvement, but it just takes time, doesn't it? You know, there are a lot of fans out there who are very, very fickle. You know, they want it the old way or no way. I'm sort of on the fence. I go with the flow. You know, so long as the team are doing well, which we are at the minute, and it's bringing money into the town, which is okay. And I think with the new development that's happening as well, the club are looking at bringing rugby league here and concerts as well, which again is going to bring more money into the city as we call it, you know. で私自身このレクサムの街っていうのは結構歩き回ったんですけれども、印象としてはなんかすごいこじんまりした、街なのかなというふうに思っていて、結構歩きやすいですし、可愛いお店とかも、それなりにありますし、すごい素敵な街だとは思いました。なんですけどやっぱりちょっとシャッター通り化が目立ち始めている気もしなくもないんですけれども、試合日の日には違う姿を見せてはいるんじゃないかなというふうにも思います。でやっぱりね、なんといってもこのレクサム AFC のこのサッカークラブの影響でですね、街全体がすごくこう賑やかになったっていうのは間違いないと思いますし、結構その観光客の方っていうのもいてですね、
やっぱりなんか注目があるんじゃないかなというふうには思っています。この新しいスタジアムができることによって、このレクサムっていう街全体、クラブもそうなんですけども、より一層賑やかになっていくのか、それともこれは一時的なものなのか、非常に気になるところではあるんですけれども、少なくとも私から言えることとしては、私自身このレクサムに来てるっていう時点で、おそらく何かしらのこのレクサムエフェクトはあったんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちなみに今回私が泊まったのはアコモデーションレクサムというところで、スタジアムへのアクセスは便利で、玄関口でもある鉄道駅までも近いです。街中心の反対ではあるものの、歩いて行ける距離でした。お部屋は計4つあり、私が泊まったのはシングルのお部屋。トイレバスは共同なので混み合っている際は少し不便かもしれませんが、キッチンと裏庭は自由に使えました。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。